こんにちは。今回は松編みで作る模様編みを紹介します。この模様は表側も裏側も同じ編み地になります。伸縮性もあります。編み方を編み図で説明します。今回は松編みに両側に1目ずつ鎖編みを入れて、松編みでは少し目が詰まって膨らんでしまいますが、鎖編みを入れることで平らな編み地にしました。今回は2個半の模様で編み方を説明します。模様1つが鎖編み8目が必要です。2個で16目に半分の模様で4目使います。そして端に1目必要ですので、21目の作り目で編み始めます。1段目の最初は鎖編み1目を編んですぐ根元に細編みを編みます。鎖編み1目を編んで長編み5目の松編みを編みます。松編みを編むのは細編みを編んだところから1、2、3、4個目のところに長編み5目を編み入れて鎖編み1目を編んで次の細編みは松編みを編んだところから1、2、3、4個目のところに細編みを編みます。これが一つの模様です。これを繰り返して細編みを編んだところから鎖編み1目を編んで最後は4個目の鎖編みに長編みを3目だけ編みます。この半分の形を編みます。2段目はまた2段目で説明します。作り目の鎖編みを21目編みました。1段目の最初は細編みです。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、鎖編みを編んだ根元の目の鎖編みの裏山を拾って、細編みを1目編みます。鎖編み1目を編んで、ここから4個目の鎖編みに長編みを5目編みます。1、2、3、4、5、5目の長編みを編みました。鎖編み1目を編んで、ここから4個目に細編みを編んで、これが今回の一つの模様です。鎖編み1目に長編み5目を編み入れて、両端に1目ずつ鎖編みを入れました。次も鎖編み1目を編んでから、ここから4個目の鎖編みに長編みを5目編みます。もう1目編みます。長編み5目を編んで、鎖編み1目を入れてから、次はここから4個目に細編みを編みます。これで2個の模様ができました。次は半分の形を作ります。鎖編み1目を編んで、ここから4個目の鎖編みに長編みを3目だけ編みます。半分の形の長編み3目を編みます。これで1段目の模様が完成しました。次の2段目の編み方を編み図で説明します。次は2段目です。長編み3目を編み入れた最後の長編みのところから、次は細編みです。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、長編みの頭に細編みを編みます。鎖編み1目を編んで、次は長編み5目を
1段目の細編みのところに編みます。1段目の細編みに長編み5目を編み入れて、鎖編み1目を編んで、次の細編みは1段目の長編み5目の中心のところに細編みを編みます。これが2段目の編み方です。鎖編み1目を編んで、1段目の細編みに長編み5目を編み、鎖編み1目を編んで、1段目の長編み5目の中心の長編みに細編みを編みます。そして最後はここと同じで半分の形にします。鎖編み1目を編んで、1段目の最初の細編みに長編み3目を編み入れます。3段目、4段目、5段目は2段目と同じ編み方で、3段目以降は同じ編み方を続けます。次は2段目です。2段目も立ち上がりの鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、鎖編みを編んだ長編みの頭に細編みを1目編みます。次は鎖編み1目を編んでから1段目の細編みのところに長編み5目を編みます。1段目の細編みのところに長編み5目を編み、鎖編み1目を入れたら、次は細編みです。次の細編みは1段目で長編み5目を編んだ中心の長編みに細編みを編みます。これが2段目の編み方です。両端に鎖編みを入れることで、松編みの模様が膨らまずに平らな編み地になります。次も鎖編み1目を編んで、次の細編みのところに長編みを5目編みます。長編み5目を編んで、鎖編み1目を入れたら、次の細編みは1段目の長編み3目のところです。全部で5目の長編みを編んだ中心のところに細編みを編みます。最後は半分の形です。鎖編み1目を編んで、1段目の最初の細編みのところです。この細編みの頭2本を拾って、ここに長編みを3目編みます。長編み3目で半分の形を作りました。これが2段目の編み方です。3段目は2段目と同じ編み方です。ここから鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、すぐ根元に細編みを編みます。鎖編み1目を編んで、前段の細編みのところに長編みを5目編みます。細編みのところに長編み5目を編んで、次は鎖編み1目を編みます。次に細編みを編むのは前段の模様の長編み5目の中心のところに細編みを編みます。これで一つの模様ができました。次も鎖編み1目を編んでから前段の細編みのところに長編み5目を編みます。長編み5目を編み、
鎖編み1目を編んで、前段の模様の中心の長編みに細編みを編みます。これで2個の模様ができました。次は半分です。鎖編み1目を編んで、前段の細編みのところに長編み3目を編み入れます。これで1段目、2段目、3段目までができました。松編みの模様を平らにして模様を編んでいます。間に鎖編み1目ずつ入れて、松編みの模様編みを紹介しました。鎖編みを入れることで、編み地はかなり平らな感じになります。暖かい糸でふんわり編むと素敵な編み地になります。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。